は相良のルーツにもなる、そうお母さんがすごく私の憧れなので、お母さんのものづくりをずっと参考に今はしてます。この機械に縫わされてるみたいな感覚があって、だからできるだけ手縫いで縫った方が負担は全然なくって、もちろんスピードも落ちるんですけど、こう何かこう音楽聴きながらとか映像を見ながらでも縫えちゃうので、なんかこう全然ミシンより遅いけど負担はなくて心地いいなっていうのを、なんか自分ができないからだんだんこう心地いい方に心地いい方にって思ったら手で縫ってるとかの方が増えてきました。草木染めじゃない化学染料もやったことあって、化学染料は本当にこうピンポイントでこの色っていうとこの色に上がってくるので、なんかそれが気持ち悪いなって思ったのがきっかけで、本当にお金がなかったので、草木だったらお金かかんないんじゃないかって安易な考えで草木染め始めたら、すごいそのピンポイントで上がってこないのがすごい楽しい、攻略できなさがすごく楽しくて、草木染めを独学でやりましたね、やり始めて。剪定ついでにお茶を染めるっていう。でももう枝ごと言ってます、いつも。亀山市はお茶の産地なので、お茶でもよく染めてて、お家にお茶の木がなってるんで、お茶でよく染めてますかね。あとは墨で染めたりとか、あとは栗とか、なんかその季節によって梅があったら梅で染めるし、やっぱ天気のいい日が多くって、あと朝の時間帯の方が多いですね。もう日が暮れたら乾かないので、結構朝一にこう染め始めて他の作業をしだすっていうのが多いですかね。はい、うちの庭でうちはガスで火を焚かなくて、外でこう家を改装する時に出た端材を使って薪で火焚いて草木を煮込んだりとかしてますかね。割とこう時間に余裕がある時じゃないとできないので、なんかこう作業が詰まってる時はあんまり入れないようにはしてて、なんか外でのんびり火を焚きながらぼーっとできる時間に一応こうスケジュール的には入れるようにはしてますかね。
着した時はマックイーンが好きで、もう完全にこうショーを見せるみたいなデザイナーさんがかっこいいと思ってたけど、今は正直いなくて、憧れの作家さんがいなくて、まあ相良のルーツにもなる、そうお母さんがすごく私の憧れなので、お母さんのものづくりをずっと参考に今はしてます。相良はこう私が一人で一つの衣を一人で仕上げるっていうのがテーマで、まあ、それがお母さんのものづくり、お母さんが子供に作るものづくりをこうテーマとしてて、なのでこう一点物、基本的に一点物で、最初から最後まで一着ずつしかこう仕立てないっていうのを、まあ私の中で決めてて、なんか全てのルールがこうお母さんのものづくりっていうのに決めてるので、例えばお母さんって同じもの3着も作らないじゃないですか。で1着作って作り終えたらまた次作ってっていう、なんかそういう作り方だと思うので、同時に何着も進行しないし、あとは道具もできるだけ家庭で使える道具を使ってるので、なんか特殊なこうプロが使うような道具はほとんど使ってないですね。なんでアイロンもできるだけ家庭のものだし、ミシンもできるだけ、まあ、家庭用ミシンじゃないですけど職業用ミシンで、工業用じゃなくて職業用、できるだけ家庭に寄った道具で作るようにしていて、で生地でいうとできるだけ近くの産地の生地を使いたくて、三重県は本当にちょっと生地の産地ではないので、伊勢木綿だったり、もうちょっと美州まで行って生地見たりとか、あとは着物の古い生地を使ったりとかも一個一個見に行ったりとかして、で一着しか作らないんで、大きく一旦で買うとかじゃなくて、少しずつ本当にデッドストックのものだったりとか、もう廃盤ですよみたいなものも使ったりしています。ギャラリーです、相良の。定番の形とかある？今民生さんが着てるやつは割と定番で作ってることが多いですかね。同じ、今多分これのちょっと違う。あ、本当だ。本当だ、本当だ。あ、太いこれ。太くなってて柿渋、うん多分長いですね。多分民生さん本当だ、めっちゃ長い。ちょい長い。ちょい長い。生地もいろいろだね。そうですね。本現行で作ってるものもあるし、うん。こ古いのも混ぜて作ってます。れはシルクです、それ。これかわいい。これどこのもの？これ伊勢の木綿かな。伊勢、近くの伊勢の木綿です。だから幅が狭いんで、ああ、布の幅が。はい、単幅が。かわいい。ここが手縫いですね。そんなシャツはこのシャツはこれ？これは？これは何ですか？多分そんな感じじゃない。何ですかとかいう感じじゃないですよね。これなんかこれも絹の糸。束で、背守りをこっちに縫い付けてますね。あとはなんかエプロンっぽいのもまあ多い。こういうなんか結構お店やってる人も多いんで、
そうよね。パン作ってる人とかうん。は結構なんか、あとジュエリー作ってる人とかは結構作業着で履く。腰まで。はい。可愛いね。であっちがお茶の染め、ちょっと色違う。あ、へえ。あ、お茶の鉄焙煎の。そうです。全部。はい。リリースは割と3つだけ。はい。あ、可愛い。可愛い。あ、可愛い。うん。あ、やってなかった。オープンしてない。ほんまや。可愛いな。可愛い。これはなんかこれまあ後ろでもいいし。巻けるというか縛れるというすごい。ここしても。寒い。可愛い。可愛いですね。可愛い。いや。へ馴染むね、なんか。和風なえ。なんでこ柄なのに。の形作ろうってなったの？なんでですかね。ひらめいたの？でも割と洋裁と和裁どっちもやってたんで、どっちも入ってるんですけど、襟元とか袖は洋裁で、こっからは和裁みたいな感じですね。このまま、あ、なるほどなるほど。和裁ってなんかカーブがないんで、まっすぐ立つ。そうまっすぐで作られてるんですけど、洋裁って結構カーブが多いんですよ。こうデザインするっていうか。そうそうそう。なるほど、それを合わせたっていう。どこの国でもない見える。茶色いの。なんかめっちゃ身長高く見える。縦長に見える。縦長に見える。なんかサガラで今まで使った生地を一応記録として残してて、なんかもう買えないものばっかりなんで、一応昔の古い生地とかもう作ってないですよとかいう生地ばっかりをこうやって記録して残してます。で古い生地は割となんかこう着物だなって思うような生地は使わないようになるべく気をつけてて、ザ着物っていう柄は使わないようにしてます。記事見返して思い出すこととかある？これでもありますね。これ服作ってたなみたいな。割と対面のお客さんはほとんど買ってくれたものを覚えてるんで、そういうのこれ作ってたなみたいな。でもう一回使いたいなって思うのもやっぱありますね。優しかったですよ。なんか本当に友達も多くて、そう言ってなかったですけど、もう亡くなって私が19の時に亡くなったので、もう結構13年ぐらい経ってるんですけど。でもなんか帰ってきてすぐ出てこないとめっちゃイライラして怒ってるんで、腹減りすぎて。なんとかやるんだろうなっていうのは多分母親が一番私に思ってたことだと思うので、なんとかやりきる、そういう意味で大丈夫っていうのはその言葉にはあるのかなっていうのは
だから自分の子供にも大丈夫大丈夫っていうのをよく言ってるかもしれない。めっちゃ料理する人じゃないですか、みんな。料理、上ちゃん料理作りづらくないですかってめっちゃ聞かれるんですよ、料理家と結婚してると。全然上ちゃんは何も言わないんで、言われたら一緒に作んないんだ。咲夜さんやるんですか料理？作れそう、美味しそう。5時台とか6時ぐらいに、子供が起きてきて「母ちゃん行くよ」って手を引っ張ってくるので、朝ごはん食べて、で保育園に8時ぐらいに送りに行って、で帰ってきたら、今日染めれそうだなって思ったものは先にこう火を焚き出す。で染め始めて、で、火をつけたら、今日その縫う作業があったら向こうの工房に行って縫い始める。でその合間に、お昼ご飯を作る時もあるし、で染色の火見ながらまた戻って縫い始めたりとか、パターン引く時もあるし、基本的にその生活の中にあるので、合間にこう掃除したりとか、あとは庭の草むし、その日を待ってる間に草むしったりとかなんかそんなことをして、夕方になったらお風呂入れてご飯を作り出して、で息子を迎えに行って帰ってきてご飯一緒に食べて、で子供と遊んで寝かしつけて、でそこからまた仕事作業をするんですけど、そこからは外ではできないので工房の中で、生地基本的に縫うことが多いですね。仕立てをするかミシンをするかっていう作業が夜またやりますかね。なるちゃん、もともとね、なるちゃんの旦那さんである、上ちゃん、今日の目をやっている、上ちゃんと最初ちょうどこう同じ場所でコロナ禍で何かを始めるみたいな、同志のような存在の上ちゃんがこう、パートナーとしてこう紹介してくれたのがなるちゃんで、独特の雰囲気をこう醸し出すなんか女性だなっていう印象がすごくあって、大事な友人というか、そう存在でもあるし、ものづくりの表現者としてはなんか本当にすごくリスペクトしているというか、なんかもう自分が作るものとか考え方っていうものがなんかすごく芯がまっすぐ通っていて、その中でこうものづくりをしているっていう印象がすごくあって。
か移住はすごいこう人生にとっても結構大きい決断だったので、なんかそこで何か変えたいっていうのもあったし、その名字が自分が変わることと合わせて何かを始めたいと思いました。亀山に移住して後悔は海がないことがなんかこう割り切ってたつもりだったけど、やっぱりだんだんこう海に行くたびに海いいなって思うだけですかね。もう他は人もすごくいいし、そのものづくりの環境もすごいいいから、海がないことだけ逆に。そのパートナーがもともと亀山にいたので、もう関係性は作られてる中に自分が入っていくっていう感じだったから、作っていくっていうよりどうやって入っていけるかみたいな方がちょっと不安ではあって、最初は結構猫かぶってて1年間は結構おとなしくして、2年目から結構自分の言いたいこととかやりたいこととかを、この街で言ってこうっていうふうに決めて発言もしてます。何してたいかな。でも物はずっと作ってたいですかね。なんか一回コロナで物を作らなかった時があって、でなんか物を作らなきゃ前に進めないなみたいな思ったことがあって、なんか多分物を作ってないとあんまり生きてる意味ないなみたいな思っちゃうかもしれないです。だから健康でものづくりしたいです。縄文のことを本にしてる知人がいるんですけど、その方と話した時に、その時代はその自分のカゴを自分で編める人がみんなそうだったっていうふうに聞いた時に、だからパッと見た時に誰々さんのカゴだねって分かるような縫い方を全員できたって言ってたんですね。でなんかそれが山行く時に何を取るかでその網の目が違うって言ってたんですよ。例えばどんぐり取るんだったら目が細かいのを編むし、山菜取るんだったら山菜が落ちないぐらいの目でカゴを編むって言ってて、なんかそうすると軽いし用途によってそのカゴの編み方が違うって言ってて、なんかみんな縫えたの編めたのなんかすごいいいなって思ったり、なんかね縄文土器とかもなんかあの時代になんでこんな凝った作品を作るんだろうとか、なんか私も今別に生きる上で作品作んなくたって生きていけるのに、この時代の人はなんでこれを作ったんだろうみたいのがなんか少し共感できる部分があって、なんか縄文の人は言葉で残すんじゃなくて作品としてものを残していくことにこう美学を感じてたみたいな話を聞いて、なんかそれにすごく近いのかなみたいのは、こう私も縄文に生きれたらなみたいのはなんかすごい生きてみたかったな縄文時代にみたいなのは思って、なんか何か模様をこうサンプリングしてるってわけじゃないんですけど、そのなんか気持ち的なところ、なんかものを作る気持ち的なところは縄文の人に思い馳せてるっていうか、すごく参考にしている人たち、
今の相良はこうお母さんのものづくりって言っても数も限られて、なんか誰かの家のお母さんのものづくりみたいなのもちょっと興味あって、なんかすごく価値を感じるので、例えばなんだお母さんがしょうもないこうマフラーを編んだとしてもそれってすごい価値のあるものだし、なんかそれがすごい美しいと私が思う美学っていうか、それが今相良として本当に近くの周りだけで完成されているものをもう少しこう国内だけじゃなくて国外でもなんか日本人のお母さんのものづくり、家の中で作られているものづくりの美しさみたいなのを誰かがまたそれをこう引き継いでもらえたら、私だけじゃなくていろんなお母さんのこう思いがもっと別のところで生まれてくんじゃないかなっていう、これからの期待は希望っていうかそういうのはありますかね。なんか自分だけでこれやってきたわけじゃないって多分私も上ちゃんも思ってるんだと思ってて、なんか割とマンパワーでやってるっていうよりかは周りの人とかこう自分の育ててくれた親がいるから今これができてるっていうことを常に多分考えてて、で多分次の世代のことも常に考えてるんだと思う。昨日もご飯食べながら、上の人の話ももちろんしたけど、なんか私はすごい下の、自分の息子もそうだから、どんどん下の子たちが生きる世界がどうなってくるのかの方がなんか気になってるんだと思う。で、なんかいろんなこう仕組みを変えたいとか環境を変えたいって思うのは、なんかこう息子がこう大きくなって嫌な思いしないためにっていうか、そっちの方が強いから、なんか多分こう自分の息子が生きてる間にもいいものがこう世の中にあったらいいなっていうふうに多分上ちゃんも私も思ってるんだと思います。